回の産業まとめ。昨年末のアシアナ売却契約。買収企業の意向を無視して決裂。政府によるさらなる支援。HDC ヒュンダイ産業開発への買収が決まっていた韓国のアシアナ航空ですが、事実上買収は失敗に終わり、国有化されることとなりました。自身の経営の悪化と、クムホグループからの支援が受けられなくなったアシアナ航空は、昨年末に HDC ヒュンダイ産業開発への売却契約を締結しました。しかし新型コロナウイルスの影響で経営環境がさらに急速に悪化したため、政府系金融機関である産業銀行の緊急支援を受けることになりました。1兆7000億ウォン、約1500億円という巨額支援で、これによって売却契約締結時に2兆8000億ウォンあった負債が4兆5000億ウォンに膨れ上がります。この影響もあって、一時は負債比率は 1386% から 6281% になったため、HDC は再実態調査を要求。しかしこれを債権団が拒否している状況で、買収は暗礁に乗り上げました。買収は事実上失敗に終わったと見られていて、政府による基幹産業安定基金を受けて経営を正常化し、その後に売却されることになりそうです。新たな支援金は2兆ウォン、約1800億円にもなるとされていて、最終的な買収決裂宣言は週明けにも発表されることとなるようです。事実上国有化だと報じられる一方で、産業銀行は経営改善後の売却を目的としているため、これは国有化には当たらないと反論しています。編集書簡。今回の概要。政府によって潰された民間企業買収。なんとか基金って何？基幹産業だけ救済か。正式発表は先送りされたことになりましたが、これは事実上の買収失敗という結果と見ても問題ないでしょう。HDC ヒュンダイ産業開発にとっては最悪の事態となりましたが、このまま買収を完了すれば共倒れの可能性は高いという産業銀行の判断は仕方ないと思います。韓国の場合は政府が債権回収と基幹産業保護、大規模な雇用創出による経済への悪影響を防ぐことをとにかく優先して市場介入します。その際は市場原理を無視するとともに、株主の利益も一切無視されることとなります。変な社会。産業銀行は4月の緊急支援の際に引き受けた転換社債を株式に転換すると見られていて、この場合はクムホ産業を抜いて筆頭株主となる見込みです。この場合は総株式発行数が増えるため、1株当たりの価値は下落すると思われます。これはクムホ産業が責任を負って減資するという形で決着するんでしょうかね。そうでもしないと他の株主が納得しないでしょう。単純計算で転換社債を株式にした場合、産業銀行が 36% くらいの保有になるということですが、減資されればこの比率がもっと上がるということになります。これは特別なことではなくて、最近ではデウ造船海洋や STX 造船の時にも同じようなことが行われています。問題は売却契約締結時に HDC とミライアセットデウが支払った買収価格の1割にあたる2500億ウォン、約220億円の行く先です。これは当然返却されないことになりますが、HDC 側はこのお金の返済をめぐって訴訟を準備しているという報道もありますね。これは当然の権利でしょう。再建を目指して年内にも基金から2兆ウォンが投じられるという話ですが、国民からすればこれは不服でしょうね。一つの航空会社を救うために基金全体の 5%、これまでの合計で数千億円規模の税金が投入されているということになります。こんなことなら余計なことをせずに民間に任せてしまうのもありだったかなと思いますね。せっかく潰れかけの企業を買おうという企業がいたにもかかわらず強引に契約を潰してしまうとはね。この基金の詳細は韓国開発銀行のホームページに掲載されていまして、一応中小企業も対象ですって。目的は基幹産業の生態系維持ですから業種が指定されているのは仕方ないけど、そのために40兆ウォン、約 3.5 兆円。韓国ってとにかく基幹産業集約型ですよね。不公平感ありますよね。資料によると、この制度は他にも色々な条件が付けられているようです。その一つが雇用の維持。企業は6ヶ月間、90% 以上の労働者を維持しなければならない。さらに、系列子会社への資金支援の禁止。よそに使うなということのようですね。そうしておいて生態系維持とか、子会社は個別に申し込んでくださいってことかな。アシアナの子会社にはエアプサン、エアソウルがありますが、アシアナからの支援はできなくなります。
すなわち売却か破産しか残されていない。情報システム子会社アシアナ IDP も同様です。この企業はアシアナへの売り上げが大半ということなので、アシアナが生き残るという前提なら企業価値はあります。なので売れるでしょう。韓国ってどうしてやたらと政府が介入するんでしょうね。民間の金融機関もあるでしょうに。機能してないのかな。まあこれが韓国という国ということなので、別に横やりは入れませんが、私は腑に落ちませんね。こうした困難を迎えて各国も政府に権限が集約されていますが、私はちょっといびつなように感じます。それが韓国の特色ではあるんでしょうけどね。昔ながらの効率的ではあると言えるかもしれませんが、公平感がないように感じますね。結局国が助けるって話ですね。半沢直樹のあれみたい。はは。韓国の場合は主人公が国側になってるけどね。視聴率すごいらしいですね。この時代に 25% とか。怒鳴れば怒鳴るほど視聴率上がるんじゃない？あれって。いっぱい唾飛ばして怒鳴ってる。嫌だよね。白雪さん内容わかってるの？わかんない。でもなんか時代劇みたいで面白いよ。韓国だと主人公が財閥の坊ちゃんとかになるよね、きっと。そうそう。で、財閥にいるけどなぜかいい人だったりとか。それはさておいてね、結局国が救済するってことで、こちらはいつも通りのストーリーです。安心安定のワンパターンですね。今回の基金の第1号だって、アシアナ航空。あれですよね。なんとか銀行が政府系銀行だから審査が通るんですよね。よくわかるね。ドラマで言ってた。そういうことか。びっくりした。天下りの温床らしいですよ。そりゃそうでしょう。っていうか変に偏った知識が流れ込んでいるようだね。勉強してるんですよ。ドラマ見てるだけじゃん。でも現実はドラマのようにはいかないってことですよ。政府べったりが正しいみたいな。じゃあアシアナは再建ですか？政府系金融機関主導でね。まあ韓国はこういう国なんですよ。民間の力よりも政府の力が強すぎます。それ問題あります？別に問題ないけど、つまんない国だなって思う。別にどうでもいいけど。そうなんだけど、なんだか国の操り人形って自主性がなくてつまんなくない？みんな安定安心がいいんですよ。逆らったらダメ。うまく立ち回らないと。企業とか組織とか、国絡みとか大変だね。今回は買収しようとしていた企業がとんでもない目に遭いましたよ。災難ですね。また今度買えばいいんじゃないですか？めっちゃ人事だね。人事だもん。買えなかったらまた買えばいい。200億ドブに捨てても？ドブから拾えばいいでしょ？ドブに捨てるってそういうことじゃないんだけど。マイナポイントの登録ありがとう。あのくらい自分でやってよ。わかんないから。説明読む気がないんでしょ。マイナポイント自体もまだよくわかってないですけどね。そういえばパスワード思い出したんだね。へへ、すごいでしょう。私の記憶力。普通だよ。思い出せない方がおかしいよ。でも多いらしいですよ。思い出せない人。あまりにも使わないからね、あのパスワード。そういえばゆるりんは登録した？マイナポイント。まだ、どれにしようか迷ってる。ゆるりんはいろいろポイント使ってるの？全然、楽天とかドコモとか数百円分ずつ残ってるだけ。なんとかペイとかいろいろ使ってそうなイメージあるけど。ほとんどないよ。あれって初めて使うときすごいドキドキするんだけど。なんで？使い方わからないから。ピッてやるだけじゃないの？メルペイポイント使うときにビビってたくせに。だってあれは、ちゃんとできるかどうかわからなかったから。だからそれだってば、バーコード決済も最初はわからないからさ、ドキドキするんだよね。私、一回スイカで残高不足になっててめちゃくちゃ焦った。後ろに人が並んでたし。そういうのがあるから怖いんだよ。日本はいろいろありすぎて普及しにくいよ。スイカ定期の初日もドキドキでした。あれ、たまにロックかかってたりするから恐ろしいよね。事前にロック解除しておけば大丈夫ですよ。そうなの？図書館もフェリカで借りられるんだけど、何回も失敗したからケース外したりしたよ。結局ロックがかかってるだけだった。ダサい。恥ずかしい。あれは恥かいたよ。ああいうことがあるから、現金とかカードとか、一応持っておかないとね。ペイペイの金額打ち込まないといけないのも面倒くさい。そんなのもあるんだ。怖いね。
いつになったらみんななれるんだろうね。絶対取り残される人大勢いるよ。私はスイカだけでいいや。怖すぎる。